どうも皆さんこんにちは。俳優の新井啓太と申します。この度生け花の免除をいただきまして免許皆伝となりました。もちろんまだまだ勉強の身ですので引き続き精進してまいりたいと思っております。いろいろな表現を学ぶことで俳優の活動にも生かしていきたいと思っております。今回はいつもご指導していただいている稼働歴40年以上の木原専攻先生にインタビューさせていただきました。聞き手として不慣れなところもあり少々見づらいところもあるかと思いますが、ぜひ楽しんでいただければなと思います。それではどうぞ。稼働歴というか生け花歴はどれぐらいになるんですか？もう40年ぐらいになりますね。あ40年ぐらい。すごいですね。でもね、あっという間でしたけどね。始めたきっかけっていうのは何？始めたきっかけはね、仕事で秘書業務みたいなことをやるようになったので、お花ぐらいでした方がいいかなと思ってちょっとやったらすぐやめようと思って始め、そんなもんです。3年くらいやったらやめようかなと思って始めました。動機が不純ですね。ここからでもなんでこう続けていこうと思ったんですか？やっぱりね、やってたら、結構楽しい部分もあって、習った先生もとても熱心だったので、それに導かれてというか結構ね続きましたね。いろいろ流派がある中でたまたまその池坊だったんですか？そうですそうです。近くで生け花を教えてくれる先生いないかなと思って、そしたら近くにいた先生が池坊でしたね。そうだったんですね。そのたまたま池坊だったんですね。池坊の由来っていうのはお坊さんが池の近くに住んでたんですよ。もう池坊が華道の中では一番古い流派だとは思うんですけれど、京都のそうですね、池のところにお寺があって、そこからお花が始まってるっていうことでね、池坊っていう名前になってるんですね。一番古いっていう話。そうですね。華道の中では一番古いというふうに聞いてます。500年、この間550年なんか記念みたいなのがありましたね。それはだから記録に基づく中で550年っていうのが確かめられているわけですから、それより前からもっとあったかもしれないですね。40年間続いたなんで？仕事もしながらそれから途中で結婚もして、それから家庭とか子供も産んだりとかして、もうそれだけでなんかすごく大変だったんですけど、お花とか、お茶もそうですけれど、やってるとそういう日常的なところからちょっと離れて自分一人の世界に、入れる。生けてる時自分の世界に入れるのがもちろん無になれるっていうか、本当に日常から離れて自分の世界に入れるっていうところがやっぱり魅力だったんですよ。であんまりやることなかったんだと思うんですよ、他に。今はいろんなことをできますけど、昔ってお茶とかお花とか、男性だったら男性でもお茶をやる方が結構ねいらっしゃると思う。花もそうですけど、あんまり他に趣味としてやるっていうのがあんまりなかったのかな。特にアウトドアではなくてインドアで。僕も生け花とかを学ばせていただいて、奥深いですよね。なんか最初は何でも綺麗だなとか可愛いなとかね、気持ちいいなとか、そういうことでもちろんお茶でも花でも始めていいと思うんですけれど、やっていくといろいろ深いところはありますよね。すごいですね。綺麗なものを見てましたけど、それを作るとなると難しいですよね。うまくいかないというか。それからあと自分のいろいろ性格とかそういうことも現れてきますから、自分のいい部分は伸ばしたいなと思うじゃないですか。そうするとお花とかにもそういうことが現れてきますよね。自分の性格がお花にも出る？もちろん出ると思います。先生はよくどういうお花だねとかって言われるんですか？よくって昔はねあんまりそんな可愛い花ばっかり生けてないで、もっと大人っぽい花生けなさいとかって言われて、ちょっとねコンプレックスあったんです。あんまり可愛い花ばっかり生けてると、
でも最近は明るくて可愛い、この年になってるんですけれど、明るくて可愛いねとかって言われるとちょっと嬉しくなったりするし、そうそうそう。あと他の先生からはおおらかで度胸があるねとかって言われて、それは私はちょっと今まで気がつかなかった、自分が気がつかなかった点かなとは思うんですけれど、そういう面もあるんだなってちょっと気づかせてくれた。そういう性格も出るんですね。性格だかね、なんだかそういう生き方をしてきちゃってるかもしれないけど、なんかもともとの性格かどうかわからないですけど、生きてきた経緯がそういうお花になって現れるっていうこともありますよね。華道生け花の上達していくとかコツみたいなのありますか？コツはね、コツというのはないの、続けること。ひたすらにやっぱり続けると、やっぱり上手くなりますよ、それは。続けることなんですね。とりあえず続ければ上手くなると思うね。技術がまず身につくじゃないですか。木の切り方、曲げ方、自分がこういうふうに表したいなっていう技術がないと表せないですから、まず技術を身につける。そうすると技術が自分の表現したいものを表してくれるっていう。なるほど。いい表現ができたらまたもっと技術を磨きたいなと思うから、こう相乗効果で、技術を身につけて自分がこういうのを作ってみたいなっていう表現を、なんていうか表現できるようになってくる。そう、いい表現ができるともっといい技術を身につけたいなって思うから、それは相乗効果で。なるほど。それをやっぱり長く続けないとね、すぐには身につかないから。お花って誰が見ても綺麗ねとかって共感してくれるわけですよ。どんなお花でも。確かに。だからそれはコミュニケーションができるじゃないですか、お仕事上でも。それはお仕事上で役に立ったかもしれないね。コミュニケーションが高まる。言葉が通じなくてもお花見てみんな共通の感情って湧きますよね。最後の質問なんですけど、総家督っていうのは一番上の段位、池坊の中ではね、ステップアップしていくのが一つの目標の一つだと思うんですけど、先生の次の目標とかってあったりするんですか？お花。その次の目標はですね、後進を育てることです。頑張ります。そうなんです。そう、ある程度自分を高めていくっていうことがあれだと思うんですけれど、そしたら一定のところまである程度、別に総家督でなくてもいいと思うんですけれど、一定のところまで行ったらやっぱり次の人たちにそれを伝えていくっていうのは大事な、自分の先生もそうだったですしね。そういうことってやっぱり大事かなと思いますけどね。先生が楽しく分かりやすく説明してくださってるので、よかった分かりやすい。いや本当に楽しんで学ぶことができています。よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。今回の感想や次回先生に聞いてほしいことなどございましたら、ぜひコメント欄にてお待ちしております。それではまた。